ねえ危ねえ。軽カーがでっかくなった。15年ぶりの規格改正により排気量は 660cc に、全長も10センチアップ。それに伴うマイナーチェンジ、モデルチェンジ車が出揃ったので、各社のスポーツモデルを集めて徹底テスト。 660cc 軽カー、どれが一番？ディスカス LSD、 リアブレーキにアンチロックシステムを標準装備という桁外れの軽カーとなったミラターボ。ボディは新規格に合わせて全てを一新。エンジンはこのクラス最強のトルクを発生。軽自動車を感じさせないインパネ、そしてクラス初のフルバケット4シーターなど、仕上げの良さには驚くばかり。お次はアルト、軽クラススポーツのディフェンディングチャンピオン。今回は規格対応のマイナーチェンジにとどまったが、全体的にすっきりした。エンジンパワーは同じだが、発生回転数は1000回転ダウン。インテリアもシックな色合いとなり、全体的におとなしくなった印象だ。レックスはルックスが良くなった。新規格に対する変更も大胆で、大きなポテンシャルアップが期待される。この車の特徴は何といっても4気筒のエンジン。内装に関してもチルトステアリングやシートリフターなど装備面もパワーアップ。キャロルはスポーツモデルとは言えないが、気になる軽カーの一台。エンジンは鈴木製の3バルブ。ユニークなインテリア、パワステの標準装備など、女性ユーザーを意識していることがわかる。ミニカの代表はノンターボの弾丸 SI。 ミニカは旧型も生産しているため、新規格車は車種追加の形をとる。 NA の5バルブエンジンは52馬力を発生。走りが期待される。しかしその割に内装は全く普通。軽クラスでは地味な存在のトゥデイはボンネットとバンパーが変更され、よりシティっぽく変身。 PGM-FI 仕様の XTI は SOHC ながら弾丸 SI と同じ52馬力を発生。さあクラス別バトル、おなじみ地獄のロングランの始まりだ。今回のツーリングコースは房総半島一周、九十九里から成田を回り、筑波学園都市にある谷田部テストコースまでの約300キロ。この企画の担当者編集部本田の寝坊により、木更津までの渋滞を避けフェリーでワープ。本田の寝坊は天候まで崩してしまった。春の房総半島は大雨洪水警報発令中。ここまで約140キロ走ったわけですけども、とにかく新しい軽自動車が本当にしっかり作ったのにびっくりしました。特に、このレックス4気筒になったレックス、それから、ミラ、これは凄まじい勢いで良くなってます。そこで早速04テスト。 110cc アップでどれだけ速くなったか。030cm でぶっちぎりました。キャロル、さすがは 4WD と言いたいところだが、トゥデイのぶっちぎり2回戦進出。待ち受けるのは5バルブ弾丸 SI。 トゥデイが出た。トゥデイリード。5バルブはどうした？全く伸びない。大きく差をつけて SOHC のトゥデイの圧勝。さあ64馬力クラス、今度は速いぞ。おっとミラのぶっちぎり。さあ決勝戦、ディフェンディングチャンプアルトとの対決。おーっといいスタートを切ったのはアルト。頑張れ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 。中間地点でミラが持ち返すが、アルトには及ばず。しかし2台とも16秒台、 1.3 リッタークラスを脅かす速さだ。ワインディングで好評だったのはミラ。ボディ剛性を 1.5 倍高めたというダイハツの言葉は走りから実感することができた。というわけでお次はハンドリングチェック。スラロームテストは NA を田辺が、下級クラスを大井がチェック。
ミニカ弾丸。固めの足は小気味よく反応するが、背の高さがちょっと怖い。トゥデイはどうか。粘りある足回りはラフな操作にもゆっくり反応。これは乗りやすい。キャロルはふにゃふにゃだけど可愛いから許そう。さあ今度は64馬力クラス。まずはレックスでアタック。この車コントロール性は丸だが、いかんせんタイヤが情けない。さあお次はミラ。フルターンへのブレーキでリアのアンチロックが効いているのがよくわかる。LSD の採用は賛成だが、基本的なトラクションがいまいち。スラロームでは未だにアルトが一番。ドライビングポジションからハンドリングまで、ワークスの名は伊達じゃない。ケカーは街中で使われることが多い。そこで思いっきり実用的なチェックもしてみた。このバトル2連ホーンのトゥデイが圧勝。 K といえば気になるのは室内の広さ。4人乗車でチェック。そんな気になるほど足のレッグスペースは狭いっていう気はしませんけども、やっぱりネッククリアランスと横の感じがミラーです。ロングドライブなんかっていうのは非常に評判のいい車をして、その違いっていうのはね、このシートの幅が広いんですね。これがね、軽自動車クラスからちょっと抜け出たんですから、まあ助手席との間って非常に狭いんですけど、このぐらい狭くて、でもこのシートがでかいっていうのは相当楽な姿勢が取れていいと思います。後ろのシートは厚みが出てるので乗ってて楽ちんです。では乗ってる感じはシティがこのまま小さくしたみたいな感じですね。後ろもう完璧に前のシートに足が当たってます。こいつアルトワークス。フロントシートのショルダー部分が低いので圧迫感を感じることはありません。この車は弾丸です。僕は十分足があります。今までの一番広いの人これはレックスです。空間がすごくゆったりしてるって感じがします。で嬉しいのは肘当てるというだけついてる。4人の意見を表にしてみるとご覧の通り。今度は4人乗ったら走れるのかをチェック。1人乗車の04タイムと比較してみると、最強トルクを誇るミラがその差1秒以内でアルトと同タイムのトップ。全体的にもタイム差が少なかった。 110cc アップの効果が出ている。走行中のノイズはどうか。3速フル加速と100キロ巡航でチェックしてみた。音の良さという面では4気筒のレックスが好評だ。春真っ盛りの九十九里の海岸に来たわけですけども、ここまでで300キロ約走ったんですけども、どうですか最近の 660cc の軽自動車は。そうですね、今日持ってきたNA とそれからターボモデル、はい、3台ずつ。ズバリ言ってNA の方では独創性のこのキャロルが僕は気に入りました、それからターボモデルの方ではちょうどモデルチェンジの時期が、マッチしたミラがやっぱり
乗り心地、それからエンジンフィールともに良かったなと。レックスのスーパーチャージャーね、あれが非常に気に入りましたね。エンジンがとにかくいいね。スーパーチャージャーのオンオフのね、今まではカチカチ入ったり抜けたりがすごいパワーの変動があったけども、それがすごいなくなって非常によくできたって感じで、それに対してね、今まで、トップを切っていた弾丸とアルトワークス、これがですね、いまだに非常にいい車ではあるんですけども、他が非常に進んでしまったんで、ちょっと足踏み状態になったかなっていうところですね。660cc になったっていうことに関してはですね、NA モデルの方が、効果が大きかったんではないかと、今までノンターボだとね、相当やっぱり軽自動車辛いっていうイメージがありましたけども、非常に効果が見れたんではないかと、ここまででいうとそんな感じです。最後にツーリング燃費を計測。トゥデイがぶっちぎりのトップ、下級機勢ではレックスがトップだ。さあ次はいよいよサーキットバトルだ。その前にスタンドのギャル一人に聞きました。突然ですが、はい、今回ここにある車の中でね、どれが一番可愛いかなと思います？これです。これ、はい、これが一番気に入りました。はい。幸子ちゃんはキャロルがお気に入り。普段は車なんか乗ってます？はい。何乗ってるのかな？マーク2。失礼しました。さあついにサーキットバトル、走りの決着をつける時が来た。ドライバーはご存知ガンさん、土屋圭一、竹ちゃんマンに服部選手、それに編集部の大井田辺が加わった6人だ。路面はウェット、バトルは5ラップ勝負、グリッドは04タイムの遅い順だ。おっとフロントの2台が入れ替わっているが、そのままスタート。最後尾スタートのミラとアルトが外から抜きにかかった。スタートからターボ勢が速い。トップ3台は並んだまま1コーナーへ。土屋アルトは一気にアウトから攻める。その後ろではトゥデイとミニカが4位争い。来るんじゃないよ竹平さん、なんだ下がっちまいました。先頭は黒沢ミラと土屋アルト、サイドバイサイドで激しいバトルを繰り広げている。しかし2位を取った土屋がトップへ躍り出た。このまま土屋アルト逃げ切りか。よし行け行け、行かねおっと竹平ミニカブレーキング大失敗、危うくコースアウト。その隙を服部トゥデイは逃さない。もうははははトップじゃ。速えな。アルトは速い。なんてったって速い。コーナーもいい。わっ危ねえ危ねえ危ねえ。バカな乗り方相変わらずしてやんなこいつは。そうバカな乗り方はやっぱり遅い。黒沢ミラあっという間に土屋アルトを捉えた。スピードが乗った黒沢ミラ、1コーナーで一気に勝負。1コーナー出口、2台全く並んで立ち上がるが、アルトが少しリード。おっとなんだ今のは。もしかしてガンさん当ててしまったんじゃないですか。とにかくリプレイで見てみよう。おお来てる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 。おお危ね危ね。おっとシフトミスだ。危ね危ない危ない。とんでもねえ親父だよ本当に。というわけで原因は土屋選手のシフトミス。とんでもないのは土屋選手、あなたじゃなかったのかな。一方こちら NA クラスは服部トゥデイと竹平ミニカの一騎打ちとなっております。シフトミス。みんなシフトがめちゃくちゃ。
竹平さんはあちゃ。このブレーキはちょっとロック気味できませんね。ブレーキのロック気味、これは問題だ。竹平さんとの争いになっちゃいました。前はもうなんか違うクラスみたいですね、あの3台は。安定した走りのキャロルは6番手。もう裏のストレートでも全く誰もいなくなってしまいました。4周目の1ヘアピン、ガンサンミラがトップを快走。遅れ気味の土屋アルトをオイレックスが虎視眈々と狙っている。これは3速で行った方が早いね。それだけしっかりした低速のトルクがあるということですね。珍しく仕事を忘れていない大井。バトルは最終ラップへ突入。できるだけハーロスをしないで永遠に走らせる。ガンさんのドライビングに注目。大型車の時と全く変わらない。これは軽カーのハンドリングがしっかりしたものになってきた証拠と言えるのではないだろうか。こっちは出口でアンダーが出るな。同じラインを通ったのでは負けてしまう。敵はサスペンションがいいと見た。と言ってる間にチェッカー。アルトからミラへ K クラスチャンプの座が明け渡されました。しかしバトルはまだ終わってはいなかった。 NA クラスやっとチェッカー。各社のラップタイムはご覧の通り。しかし上位の3台は速い。ストレートからいったらアルトワークスが一番速い。加速から絶対的有利で、足がガンさんの方が良かったかなっていう、そういう感じがしますけれども、腕の差かなと思ったけどそういうことをレーシングドライバーは言わない。今までの K はあまりにも、言葉で言えば K すぎた、要するに安易な車作りが主だったんですけども、かなり小型自動車に近づいてきた。特にトゥデイの場合はサスペンションは小型乗用車に非常に近くなってきてると思いますね。また全体的に言えることはブレーキがみんなひどすぎますね。普段の安全性を重視して、もっともっとそのセーフティーな車作りに徹してほしいと思います。確かに軽自動車はよく速く高級になった。それだけにガンさんの評価は厳しくなる。作る方も乗る方も軽カーをなめんなよ。